こんにちは、さっさんです。今回は自由が丘にあるダルワイヨ自由が丘本店さんでケーキビュッフェをしてきました。2階にある喫茶コーナーのこのケーキケースの中のものが食べ放題です。70分3600円で、もちろんお残しなし、飲み物もフリードリンクでついていてオーダー制です。コーヒー紅茶が選べます。はい、それではいただきます。一番の目当てはこちらトリアングル桜でした。この味はね、桜のムースの中に桜といちごのジュレを合わせたものが入っています。一番下はなんか緑っぽいスポンジだったんですけど、ムースがねプルプルで非常に美味しかったです。でその中のジュレも得意だよね、多分ダロワイヨさんとか富士屋さん系列って。このジュレがすごいね、いちごと、桜はふんわり香るぐらいだったんですけど、なんとも濃厚な味わいで美味しかったと思います。マカロンが丸ごと取れちゃっていきなり食べてるのはピスタシュフレーズです。これも季節限定品みたいなんですけど、スポンジの上にいちごのクリームとピスタチオのムースを重ねています。で一番上のね、最初に食べたピンクのマカロンはアマオのマカロンでした。すごい美味しかったです。でこの黄緑の一番上の鮮やかなやつめっちゃ綺麗なんですけど、ここの部分だけは味がよく分かんなかったんですけど、なんだろうね、やっぱりさ、いちごとピスタチオってめちゃめちゃ合いますよね。もう王道というか外れなしの味でした。程よくね濃厚で美味しかったです。で続きましてラパンで、ラパンは、ラパンって聞いたら知ってる人いっぱいいるかもしれないけど、うさぎのことですね。で耳の部分はホワイトチョコで大好きな味でした。で周りのチョコレートでコーティングされてるんですけど、これがめっちゃ濃厚でトロットロなんですよ。で下のさ台にくっついちゃって全然うまく取れないのだから、ちょっと指とか使っちゃってて申し訳ないんですけど、でもその分濃厚なチョコが味わえてめっちゃ美味しいです。中にあるこの白いのはバニラムースでした。いやこれね、なんか最後おかわりするか最後まで迷ったやつで結局しなかったんだけど、でもこれね本当にこってりチョコ食べたい時には最高です。可愛いし、これはお気に入りでした。でこのプティシャトーというのは前回食べた時に一番なんか美味しいなって感じたやつなんですけど、今回ねもうやっぱり美味しかった。すごい美味しかったんだけど、前回とちょっと味が違って感じたかな。スポンジの上にバニラムースといちごのジュレを重ねて、一番上は生クリームになってるんですけど、なんかね今回は一番下のスポンジのところが前回よりもシロップに使ってたのかすごくじゅわっとしたんですよね。なのでそのなんていうの、なんかしずる感わかんない、ちょっと使ってみたかっただけ。なんかこのシロップ感っていうか、なんかジューシーな感じもあって美味しかったです。で前回より私はね今回の方が好きだったかもしれない。で今食べてるのはトロワショコラって言って3種類のチョコを使ったケーキです。これ一年中いるやつだよね。前回もいたし、なんかいつ覗いてもいる気がする定番ケーキなんでしょうね。これはね結構チョコケーキにしてはラパンの方が全然濃厚であっさりめでした。このモンブランはダロワイヨさんのモッパン動画見てる人は絶対に覚えてるんじゃないかと思うんですけど、なんかダロワイヨさんといえばこの特徴的な見た目のモンブランかなっていう気がしてます、私個人的には。でピラミッド状になった滑らかで濃厚なマロンペーストの上に、栗の甘露煮も乗ってて、で中はシャンティークリームか、生クリームとヘーゼルナッツが入ってスポンジの土台の上に乗っています。で結構ねこのモンブランってなんかしっとりじゃないんですよ。全然すごくどっちかっていうとなんかエアリーな感じで、スポンジもねかなりサクサクした感じなので、ねっとり濃厚系とはかなり真逆をいった個性的なモンブランだと思います。ダロワイヨさんのルールは一皿に2つずつまで取ってくることができます。で店員さんによってねケースから出してもらうんですけど、これはフレーズクールといって、これも定番商品ですね。ダロワイヨさんのね店頭に行くとこれの大きいやつがいますよ。でそれ見てすごい可愛いなって思うんだけど、この古文みたいにちっちゃい子供たちみたいなのもいっぱいいて、それもそれで可愛い。この白いつぶつぶはホワイトチョコでできていて、で中はいちごムースといちごのジュレですね。本当にもういちごの塊みたいな感じなので、この甘酸っぱさでかなりリフレッシュさせてくれます。
ダロワイヨさんのケーキブッフェは特に箸休め的なしょっぱいものはないんですけど、こういう甘酸っぱいものを挟むことによって結構継続して食べれるような感じがします、個人的に。フロマージュフレはいわゆるレアチーズケーキですね。で一番下がなんかちょっとねしょっぱみのあるビスケットみたいのが引いてあって、でその上にスポンジでレアチーズの土台で生クリームが絞ってあって、一番上にホワイトチョコの帽子をかぶっています。でね、このね一番下のビスケットの部分がちょっとしょっぱくてすごく合うんですよ、このケーキ自体と一緒に食べるのが。ただ残念ながら一番下のその上がスポンジでただ乗っかってるだけなので、どうしても一緒に一番下に引いて食べれないのだからね、手で持って上に乗っけて食べちゃってます。はい、でもこれはバランスがめっちゃ良くて、私はすごく好きなレアチーズケーキでした。ダロワイヨさんといえばオペラ発祥のお店です。やっぱりね外せないですよね。で一番下はコーヒーにしっかり使ったスポンジで、その上がチョコレートの層になってるんですけど、見た目もすごく高級感あっていいですよね。ただね、この日食べたオペラは一番下じわっとはしなくって、どっちかっていうとなんかちょっと半分凍ってるというか固まってるって感じだったんですよね。ただそういうひんやり系のオペラもまた美味しかったです。なんか新しかった、サクサク食べれちゃいました。なんかもったいないけど。はい。でこれはなんとビュッフェ限定品っていうのが登場してまして、前回行った時なかったんですけど、はい、これは店頭の下のショップでは販売されていないこのビュッフェのお客さんしか食べれないやつらしいです。でいちごとバニラのケーキで、一番下がいちごのクリームで上がバニラクリームなんです。でこれはねほんとねいちごとバニラってもう相性最高すぎて、もうほんと今日一番のヒットだったかも私の中でっていうくらい、もうねケーキ10個目なんですけど、なんかすごく新鮮な気持ちで食べてた。何これ美味しいってなってました。最高です。なんか落としちゃったけど最高です。はい、やっぱこのねバニラムースバニラクリームかなのところがすごく濃厚で、その濃厚な層がいっぱいあるのがねすごいいいんですよね。本当に美味しかったです。で外がめっちゃ雨降ってきて、なんか私帰れるかな大丈夫かなって思いながらおかわりのコーナーです。で今日のおかわりは2品だけにしました。フロマージュフレとあと、先ほど食べたいちごとバニラのケーキです。この日カフェのケーキケースの中に並んでいたのは全部で10種類でした。1階のショップに並んでいたケーキもこの限定品を除く9種類だったので、多分それがフルラインナップだったんだと思います。前回ダロワイヨさんに来た時はもうちょっと種類があったので、その季節とかねによってちょっと違うのかもしれないんですけど、あの時食べたね四角いキューブ型のシュークリームがめちゃめちゃ美味しかったからまた食べたかったんですけど、今回はなかったので残念だなと思いました。でダロワイヨさんってインスタグラムがあって、インスタで時々その季節のケーキとか発信されてるんで、またキューブのシュークリーム出てきたら狙いに行こうかなって思います。本当にあれカスタードパンパンで美味しかったんだよなとか言いながら、今回もねしっかりおかわりもさせていただいて12個のケーキを食べました。サイズ感的には富士屋さんとかのケーキと比べるともう一回りぐらいちっちゃかったりするので、お上品なサイズではあります。だから数は結構みんな食べれるんじゃないかな、普通のサイズのケーキと比べたら。ダロワイヨさんはレシートを見せると1階のショップでお土産にマカロンを2つ持って帰ることができます。それも嬉しいですよね。で私の個人的ベスト3、この日の気分で良かったのはこの3つで、全部で12個で、限定品を除くで換算すると6264円分か。なかなかすごい元が取れましたね。ありがとうございます。美味しかったです。ごちそうさまでした。ではチャンネル登録、高評価、コメントよろしければいただけると幸いです。またお会いできますように。バイバイ。